だけサービスしてくれるんだ。すげえすげえすげえ。すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年オープンのライス無料家系ラーメン店に潜入ということで、ライス無料はね、いつでもありがたいですね。こちらです。ドン。京浜急行京急蒲田駅から徒歩3分くらいのところにあります、横浜家系ラーメン大木屋さんにお邪魔してます。こちら大木屋さんは今年の6月オープンのお店で、蒲田にあります志田屋出身の店主さんが営むお店とのことです。昨今の蒲田はラーメン屋さんでもね、結構名店揃いで、密かなラーメン激戦区となっているんですけれども、そんな蒲田エリアで果たして美味しい家系ラーメンいただけるのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。おはようもんというわけで、本日京急蒲田駅降りてきました。どうやらね、この商店街の中にあるらしいんですよね。先日行ったガンクロさんもう商店街の中にあったんで、なかなか商店街の中にある家系ラーメン店もいいですよね。なんかすでに豚骨の香りが漂ってきてる気がするというか、家系の匂いだね。なんていうんだろう、豚骨とちょっとスモーキーなチャーシューの香りが同時にしてるみたいな、いい匂いですよね。あれ本当好きなんですよね。ちなみにね、今回のお店大木屋さんね、蒲田とは言ってるんですが、 JR の蒲田だと結構遠いんですよ。京急蒲田駅からなら結構すぐなんでね、そこら辺お間違いなきようお願いします。というわけでね、毎度コメント返信させていただくコーナーをやらせていただいておりますんで、というわけでホーリーさん、過去コメントしたことあるけどキャベツラーメンなら中島屋もぜひ行ってほしい。確かね、丹町とかなんかあっちの横浜の方のお店だったと思うんですよ。ここも家系ラーメンの店なんですけど、やっぱり、キャベツをトッピングとして置いてるお店ってね、意外となんか少なかったりするんですよね。家系ラーメンもね、キャベツ入るとちょっと罪悪感が薄れるというか、若干ちょっとヘルシーな感じですすることができるんで、キャベツラーメンちょっとね行きたいですね。これねいいですね。そしてね、脳汁堪能会さん、個人的ナンバーワン家系武蔵屋成増本店の武蔵屋離れを連食してみてほしい。いや、家系連食はやばいっしょ。まあご飯食べなかったらいけるかな。いやでも家系行ったらご飯食べたいしね、2軒連続でラーメンとライスはね結構しんどい気もするんで、まあでも武蔵屋離れさんはねちょっとまだ行けてないので、離れさんちょっと行きたいかなと思ってますけどね。003昭島にある中華そば大正軒、ぜひ食べに来てくださいということで、昭島の大正軒は確か永福町系なんですよね。いわゆるラーメンの方が結構有名な大正軒という話を聞いてて、ワンタンとかねメンマとかトッピングすると結構ドドンとねたっぷり大ボリュームのトッピングが入ってくるらしいんで、昭島の大正軒もねめっちゃ気になってるお店でありますね。はい。ADKS さん、浜田山担々亭創業40年超とか歴史を積み重ねた店もいいですよね。担々亭うまいよね。担々亭こそ結構なんかラーメン職人感がすごい漂うお店だなっていう。僕青森県からね東京出てきた時に浜田山駅の隣の西永福って駅に住んでて、なのでなんか担々亭の名前はねずっとその頃から知ってて、すするになってからもね2回ぐらいから多分行ったことあるんですよ。動画にはなんかちょっとできない雰囲気がめっちゃ漂ってるお店なんで動画にはしないんですけど、でもやっぱ目黒の和也さんとか元になったお店がねこの担々亭って言われてるので、もしいつかね動画とかできたら嬉しいんですけどね。ペケポンさん、すするさんポケモン SV 生放送して、ポケモン面白い。マジで最近もう時間がないよ。もうほんと毎日もうラーメンというか、もうYouTube も忙しくさせてもらってて、最近ありがたいことに。それプラスなんか最近ワールドカップもあったりとかで、ポケモンもあるでしょ。麻雀もしなきゃいけない。俺もうどうするマジで時間がないのよ本当に。ポケモンもう何やったらいいかわからないマジで本当にわからなくなっちゃうもう。そしてね先日おもころチャンネルの皆さんとコラボさせていただきまして、おもころチャンネルからすする TV 見始めましたみたいな方々もいらっしゃって、いや大変嬉しく思ってるんですが、それに関連するコメントが来ててね、すするさん野田製造に似てる、今回めっちゃ製造ってなる顔の角度があって笑ってしまうおもころの方がとか、あと受け継がないやり直しで、このスレッドがちょっと面白くてね、どうやってラーメン食べるんだよ、麺1本ずつ穴からじゃねみたいな、なんかおもころ関連のコメントもちょいちょいいただけるんでしょ。本当にありがとうございます。確かに僕その野田製造さんっていうそのおもころのライターの方に似てるって言われたこと結構何回かありまして、野田製造さんって結構無表情な感じなんですよね。なんか僕もやっぱ結構無表情な人だと思われてるらしくて、いや結構表情豊かな感じだと思うんですけどね。どうなんだろう、僕って表情ないですかね。ちょっと皆さんもぜひ教えてください。よろしくお願いします。すする TV ならもちろん普段の動画のコメントやら、皆さんおすすめのお店とか、あとねチェーン店のおすすめの食べ方とかね、これとこれ組み合わせたら美味しいよみたいな、そういうのも教えていただけると大変嬉しく思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと高評価とかもしていただけると嬉しいです。それでは。というわけで大木屋さん到着しました。まだまだ新しい雰囲気めっちゃ漂ってていい感じで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、横浜家系ラーメン大木屋さん、輝くショーケースです。すするはチャーシュー麺の波に黒ウーロン茶もプッシュ。さらにあまり見たことのないトッピング、茎わかめが気になったのでこちらもいっちゃいましょう。大木屋さんはお得な朝ラーメンもやっていて、早起きは3麺の得だなと思っていた。ライス無料はね聞いてたんですけど、なんと本日卵無料もしてるらしい。どんだけサービスしてくれるんだ。めちゃくちゃありがたい。卵何個食おうかな本当。
この日は特別に卵も無料の日。卵は特別でしたがライスはいつも無料食べ放題ということで、桂木美里もびっくりのこの特大サービスに早速ライスをよそいに行きます。そしてこのライスなのですが、自分でよそうスタイルになっていて、さらにきゅうりの漬物だけでなく高菜一味の醤油漬けまで無料。この時代になんて太っ腹。大木屋先輩一生ついてきます。味玉は今日ガチで食べ放題らしくて、大木屋さんではなんかツイッターとかでちょいちょいこういった無料サービスとかやってるみたいなんで、ツイッターを見てから行くとより楽しめるかもしれないですね。そんなキアヌ・リーブスもびっくりの神対応を見せる大木屋さんから、視聴者の皆様にも嬉しいサービスをいただきました。その詳細は動画の最後にありますので、ぜひ最後まで見ていってください。そんなわけで最高のおもてなしの数々にテンション上がりっぱなしの中、ちなみにすするは麺の固めなどの好みは全部普通でお願いしていましたよというご報告をしながら、お腹を空かせて待ってるぞ。すげえすげえすげえ。こちらがラーメン大木屋さんのチャーシュー麺に茎わかめトッピングです。チャーシュー麺とはいえこんなにチャーシューいただいていいんですかってくらいの大判チャーシューにトッピングの茎わかめも大量で、サービス精神の塊。太っ腹なビジュアルです。すするも違う意味で太っ腹になっちゃおうかなってことでいただきます。トッピングに目を奪われがちですが、まずは美しいスープから一口。ふわぽん。キレッキレの醤油というわけではなくても、しっかりと醤油の濃さを感じさせながら、豚骨感のコクがコクコクしていて、まろやかめでバランスの取れた美味しいスープ。豚骨香る感じが癖になり、グビグビ進んでしまいます。こんなんもう米いっちゃいますね。うまっ。そんなすするの宣言通り米にももちろんあって、ナイスな家系スタート。家系ラーメン米進みがち。そんな毎日ラーメン生活7年目とは思えない家系あるあるを披露したところで、早速麺もリフトアップ。家系ラーメンといえばの堺製麺ながら、ちょい細めの家系麺を SUSURU すする。キラぴょーい。つるっとしたすすり心地ともちっとした食感にキュビッとした喉越しが全て心地よい麺は、豚骨感あふれるスープの持ち上げも程よく、努力家系ブリフォサー。そしてそんな麺には大量にトッピングされた茎わかめも有無を言わさず絡んできて、これがコリッとした食感と不思議な奥行きも加えてきて、新たなるすすりを見せてくれます。めっちゃ茎わかめ入ってるんで、もうなんか麺にすすってるのか茎わかめにすすってるのか分かんないぐらいのすげえボリューム感。嬉しいですね。そんなわけでここで次に気になっていたチャーシューに手を伸ばします。豚どうも豚ですという挨拶を繰り出したなら、顔が隠れるほど大きなチャーシューを食らっていく。これだけ大きなチャーシューを口いっぱいに頬張れば、口の中は肉々しく幸福で、チョイスモーキーな家系らしいチャーシューはまろやかながら味のしっかりしたスープも相まって、米がやはり進んでいきます。ここで一句。チャーシューにスープに米に麺だぞ家系最高。そんな気味の悪い旋律も気にならないような美味しさで、海苔の磯感を感じたり、チャーシュー麺なので大量のまだまだあるチャーシューを食らったりしていると、川の水が流れているように、鳥は空を羽ばたいているように、それは当然米もなくなってしまいました。ご飯をゲットしてます。大木屋さんの嬉しいところはライス無料、ライスのおかわりまで無料なところ。高菜や一味などの無料カスタムも施し、すするにはやりたいことがあるんですってことで、席に戻ると卓上の調味料からずっと気になっていた自家製の極ニンニクをまずはドンとのせ、さらに極生姜もバンといったなら、そこにマヨネーズもズバズバっとかけて最強の大木屋ライスが完成。家系黒ウーロン茶が最高にうまがちというレベル2の家系あるあるを披露したところで、いざ食わん。この大木屋ライスに食らいついてみると、パパパピーン。もはや説明不要のパンチと欲望に満ちた味のするライスは、よりこのラーメンのすすりをも増進していけ、さらにスープに浸した海苔もこのライスに巻いてみようもんなら、もう皆さんお分かりでしょう。おいしい。そんなわけでライスやら付け合わせやらがおかわり無料のおかげで、最大限にこのラーメンを楽しめて、箸は止まることなく2杯目の米もあっという間に完食。やば、味玉食べ放題忘れてた。まさにサービス精神の塊である大木屋さんから、視聴者の皆様にもとっておきのサービスがあります。それは食べ終わった後に言うことにして、ガンガン食べ進めたなら、この日限定の無料サービス味玉もしっかりといただいて、本日も大満足で完食です。
大変美味しくすすれました。全てのサービスが太っ腹で満足度と幸福度が高い素晴らしい一杯に感動できました。それではごそれ。いやいや、ごちそうさまでした。というわけで大気屋さん行ってきたんですけれども、満足感すごかったですね。そしてうまかった。もう今日はね、特にそのもうサービスがやばすぎて、ライスはね無料で普段からやってるんですけど、その上にねなぜか味玉無料までやってて、普段からね結構ツイッターとかでそういうサービスとかやってるみたいなんですけど、今日はなんか特別すごかったですね。本当に。さらにライスも無料なんですけど、ただライスだけが無料なんじゃなくて、きゅうり高菜さらに一味の醤油漬けもね無料っていう、もうサービスの塊ですよね。一味漬けとかきゅうりとかもねしっかり美味しくて、無料なのにもうサービスに手を抜いてないっていうのがもうすごく好感持ってましたね、本当に。肝心のラーメンの方は豚の豚骨の旨味が前に出ているタイプで、ではあるんですけど、醤油もしっかりバランスよく効いていて、口当たりはね結構まろやかクリーミーな感じで、薄すぎず濃すぎずといった非常にバランス感の良い家系スープでした。麺はね堺製麺の短めな麺を使っており、いわゆる家系標準よりはちょっとね細めな麺だったんですけど、スープと麺の絡み良くてすごく美味しかったですね。そして本日は味玉無料サービスをやっていたんですが、今回ねなんと大気屋さんの粋な計らいによって、お店でねすする TV 見たと食券提出時に言ってくださると、朝ラランチ営業も時間関係なく何時でもトッピングが1つ無料になるそうです。もしね動画見て言ってくださるっていう方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひそちらも使っていただけると嬉しいです。トッピング無料はね1月末までやってくださるとのことなんで、家系ラーメンがっつりライスと一緒に食べたいなって思った方はね、ぜひぜひ大気屋さん行ってみてはいかがでしょうかということで、しかしね結局ライス2杯食べちゃったので、僕も結構大満足、お腹いっぱいなんですけれども、しっかりと歩いて消化して帰ろうと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、横浜家系ラーメン大気屋さん、サービスエースやサービス良すぎるでしょ。すする TV 見たらもらえるんでよろしくお願いします。